劉邦と漢王朝全史、世界の偉人伝説、05、劉邦漂白の丁朝から漢帝国の祖へ、中国史を貫く漢という名。その始まりは一人の男から始まった。彼の名は劉邦。無名の地方役人から身を起こし、やがて大帝国を築いた人物である。劉邦は特別な名家の出ではなかった。拝見という地方の寒村で育ち、若い頃は遊び好きで酒を好んだ。役人としての地位も高くはなく、廷長という宿場や警備を任される程度だった。だが彼には人を引きつける魅力と度胸があった。時代は秦末、始皇帝が築いた巨大帝国は厳しい法と重い労役によって人々を苦しめていた。万里の長城、巨大な宮殿、領土の建設、それらは栄光であると同時に民衆の血と汗の上に成り立っていた。やがて各地で不満が爆発する。前209年、陳勝五皇の乱が起き、阪神の火は全国に広がった。ここに登場するのが劉邦。囚人を護送中に、彼はその囚人たちを逃がした。責任を問われるより、むしろ反乱に身を投じたのである。この小さな決断が、後に中国全土を揺るがす一歩となった。劉邦は地元の仲間を集め、旗を上げる。そこには、後に天下を支える人材たちが集まった。行政の奇才、商家、地方の軍師、長領、そして戦略の天才、関心。彼らは劉邦を支え、漢の三傑と呼ばれる存在となる。劉邦の最大の武器は人を見抜く力だった。自分に欠けたものを補う人材を惜しみなく登用したのである。前206年、秦が滅び、軍友が並び立つ中、劉邦は漢中に最初に入城する。彼は略奪を禁じ、民衆に寛大な布告を与えた。この姿勢は人々の心をつかみ、彼を仁義の将と呼ばせた。しかし、そこに現れたのが項羽、清楚の覇王と称される武人。その勇猛さは天下に轟いていた。項羽は劉邦を漢中に追いやり、天下の主導権を握った。だが、劉邦は諦めない。彼は明州サイドル&陳倉という奇策で、密かに漢中へ戻る。表向きは参道を整備するふりをしながら別の道から奇襲を仕掛けたのだ。こうして始まる蘇漢戦争。天下を二分する戦いが4年にわたり続く。項羽は勇猛果敢だが猜疑心が強く人材を使いこなせなかった。対して劉邦は弱点を補い人材の力で戦い抜いた。関心は次々と奇策を成功させた。背水の陣、成形の戦い、張儀正を平定。その軍略はまさに天才と呼ぶべきものだった。長領は謀略を巡らせ、外交や心理戦で劉邦を助けた。商家は後方で兵隊を支え、軍が途切れることなく戦える体制を整えた。この3人の支えがあったからこそ、劉邦は項羽に対抗できた。決戦は外貨。劉邦と関心の軍勢に包囲された。項羽は四面楚歌に追い詰められる。夜の陣営に流れた歌声は、その民謡、味方さえ離れたことを知った項羽は、自ら剣を取り、右近で自焚した。蘇漢の覇権は、ここに決した。前202年、劉邦は漢高祖として即位する。都は長安に置かれた。彼は現実主義の皇帝だった。秦の制度の有効性を認め、それを継承する。だが同時に過酷さを取り除き、寛容な政治を目指した。軽い税、軽い労役、民衆を疲弊から救う政策が実行される。この現実主義こそが漢帝国を持続させた根本だった。だが、外には脅威があった。北方の匈奴である。劉邦は白と右山の戦いで匈奴に包囲され、危うく命を落とすところだった。彼は和親政策を選び、一旦国境を安定させた。内政を優先し、民の生活を立て直すための現実的判断だった。晩年、劉邦は宮廷の権力争いに悩まされる。皇后呂記と張貴石夫人の対立である。この対立はやがて呂氏の専権へと発展し、王朝に影を落とした。前195年、劉邦は病に倒れ、波乱の生涯を閉じた。しかし、彼の築いた漢王朝は続いていく。文帝と慶帝の時代、文系の地と呼ばれる安定期が訪れる。倹約と寛大な政治で、国力は回復した。民衆は安定を取り戻し、農業生産も増大した。やがて武帝の時代、漢は最大の版図を築く。
強度を打ち西域へ進出。朝見の覇権によりシルクロードが開かれた。だが武帝の強制は同時に財政を疲弊させ、重税や専売政策が社会を揺らした。武帝没後、王朝は徐々に揺らぎ、やがて王毛の秦が天下を奪う。理想に満ちた改革は民心を得られず、短期間で崩壊した。劉州皇武帝が再び漢を復興させ、五漢が始まる。都は洛陽に置かれ、再び繁栄の兆しを見せた。西林の政治法、長江の地道義、文化と学術が栄え、東アジアに光を放った。しかし五漢も永遠ではなかった。宦官と外戚の争いが国を蝕み、黄巾の乱が起こる。国は混乱し、群雄が割拠する時代となる。そして五漢は滅び、三国の幕が上がった。劉邦の築いた漢という名は、後の中国の基盤となった。民族の呼び名は漢人、文字は漢字、衣装は漢服。その全てが彼の王朝に由来する。劉邦は超人ではなかった。だが人を用い、秩序を築く力に優れていた。長領の知略、商家の行政、漢臣の軍略、その三者をまとめ上げたことこそ彼の最大の才能であった。混乱から秩序を作り出す。それが彼の真の帝王学だった。世界の偉人伝説、人類の歩みを彩る英雄と文明の物語をこれからもお届けします。